これで始まったかな。ちょっと初めてなんで、ちゃんと声出てますかね。声は出てる？あ、声聞こえてますか？聞こえてる？あ、よかった。声出てますね。じゃあ、始めますか。緊張してきた。ちょっと緊張してきましたね。めちゃめちゃ集まってくださってる。ありがとうございます。どうも、きみまろです。ちゃんとね、いつもの挨拶から始まりましょうか。BGM も今流してたんだけど、BGM もうっすら聞こえてましたか？ BGM も聞こえてる？あ、ご祝儀来た。アキさん、ありがとうございます。本当そういうの、スパチャとか大丈夫なんですいません。BGM も聞こえてますか？大丈夫かな？ V ロガー T シャツ着てきた。ちょっともしかしたら、回線がどれぐらいで進むのかがわからないんで、遅延とかも多少あるかもしれないんですけど、あんまり口がね、リップシンクしなくても、口がそもそも見えてないんで、ずれてるかどうかもわかんないんじゃないかなと思うんで、ゆるく付き合っていただければと思います。今、これ、すごい、参加者さんとかってもう見えるのかな？500名ぐらいいる？違う？今の人数めちゃめちゃ700名の方がもう見に来てくれてるんですか？ありがとうございます。じゃあそろそろちゃんと回線設定もうまくいってるようなんで始めましょうか。改めましてどうもきみまろです。今日はきみまろの YouTube チャンネルの登録者数がおかげさまで10万人を超えましたので、感謝の気持ちをお伝えしたくですね、 YouTube ライブっていうのを初めてやってみようと思って、今配信しております。無事に伝わってるようでよかったです。本当皆さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。名前を呼び上げたいんですけど、チャットがものすごい方の、すごい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 。全然正直目で終えてなくてごめんなさい。後で、一応チャットも後で残して見れるようにはしようとは思ってるんで、後でゆっくり追わせていただきますが、ごめんなさい。本当に名前を読み上げたかったんですけど、読み上げられるペースではないですね、これは。はい、書き込んでくださってる皆さんありがとうございます。すごい。ちゃんと後でしっかり確認しておきます。で、初のね YouTube ライブやってみようかと思っていて、で、最初の方はこの10万人行きましたというところのご報告というか、そこまでのね感謝の気持ちとかっていうのを述べさせてもらって、あとは簡単にこれまでの軌跡みたいなのとか思い出的な話でちょっと話したりしてみて、であとこのチャンネルについてね皆さんと雑談とかを最初の方はしていきたいなと思ってます。であとね結構リクエストが多い質問コーナーみたいなやつは後半に時間が許す限りねやっていこうと思っておりますんで、今ねちょっと質問書いていただいても答えられないとかがあると思うので、後ほど質問いただければと思います。あとは時間はだいたい1時間ぐらいできればなと思ってるんですけど、ちょっとノリでもうちょっと長くやるかもしれないです。声のボリュームとか大丈夫かな？今日ねちょっと新しくマイクを新調しまして、このマイクで撮るのが初めてなのでどれぐらいのボリュームで聞けてるかが分かんないんですけど大丈夫かな？はい、なんか聞きにくいとかいろいろ問題がありそうだったら言っていただければできる限り対応します。であとねこれアーカイブ残すかどうかちょっと分かんないんですけど、できれば残そうかなと思ってるんで、もし残したら、グッドボタンとか、コメントとか残していただけたら嬉しいです。ではい、じゃあそんな感じでいきますか。改めてご報告ですが、この度僕のきみまろというねチャンネルの登録者数が10月の28日ですかね、ちょうど1週間前ぐらいに、10万人を突破いたしました。ありがとうございます。いや本当ね、もともとやり始めたのが1年半前ですね。2019年の5月
1日、ちょうどね令和が始まるとともに始めたこのチャンネルなんですけど、ちょうど1年半で10万人に達しました。動画はその時点で111本でしたね。Twitter で112本って言ったんだけど、1本公開してないのがあったので111本でした。で、総再生回数がついこの前1000万回再生を超えました。ありがとうございます。そのうちのね110万回ぐらいがモーニングルーティンっていうね、寝起きの動画がそんなに行くんだっていう感じがあったんですけども、本当ね皆さんの大事な時間とか、本当ね大事なそういうね時間ですねを僕の動画に費やせてしまってありがとうございます。恐縮ですけどもね、本当ありがとうございます。感謝してます。本当みんなが見ていただいたりコメントいただいたり、そういうのがあるおかげで続けてこれてるっていうのがありますのでね、ちょっと改めてそういった感謝の気持ちをお伝えしたいなと思ってます。ちょっとコメントをやっとだけど今遡ってちょっと見てみようかな。はい、失礼一番初めに入ってきたメッセージ、こたつくん手振って、こたつもうすでにご覧の通り寝てますね今日は。はい、でおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。であとはこたつの横のクッションかわいい。これだいぶ前にフランかなんかで買ったやつで、そろそろ変えようかなと思ってます。でちょっとね、じゃあコメント読みながらなんとなく雑談的なことやっていきたいなと思ってます。やってます。Vlogger、この T シャツですね。Vlogger T シャツどこで買えるんですか？これ1枚しか多分ないと思います。オリジナルで T シャツオーダーできるところに依頼して作りました。結構ね、安くできた。渋谷かなんかでオンラインで入稿できるところで作りました。あとはそうですね。すごい。知り合いの方が実名、フルネームで書いてくれてる。ボンベさんありがとうございます。はい。あとはね、本当皆さんおめでとうございます。たくさん言ってくださってて、本当こちらこそありがとうございます。登録者10万人ってなんかちょっとね冷静に考えたら結構すごいですよね。国立競技場とかが埋まるぐらいなんでしょう、多分10万人って。すごい。そう考えるとすごいですね。今時点で同時接続者数が1091人ということで、1000人に僕が今喋ってることが伝わってると考えると、うかつなことは言えないなと思います。あと、YouTuber 本人よりお犬様に視線を持っていかれる珍しい放送。いやね、仕方ないですよね。寝ているだけでこんだけキャラクターがあるっていうのはね、ちょっとね、嫉妬すら覚えます。でもね、こたつのおかげで結構このチャンネルを知ってくださった方っていうのもね、多いんじゃないかなと思うんで、それも含めて、こたつの気持ちもね、代弁してありがとうございますと伝えたいです。ちょっと、コーヒー飲みながら聞かせてください。ちなみに今日のコーヒーはいつものコーヒー豆屋さんで買ってきた豆で、お豆の名前もその名も豆っていうコーヒー豆でした。豆なのかな、メイムなのかな、豆って書いてあった。はい、美味しいですね、これも。はい、ライブってコメントを読みながら会話するとかでいいのかな。口回んないですね。僕口回ってないですか？やっぱり普段の動画って結構噛んでるところとか全部編集してたりするんで、めちゃめちゃ流暢に滑舌よく喋ってるように聞こえるかもしれないんですけど、結構ね言葉うまく発せない時とかあるんですよ。頭で考えながら物話しちゃうことが癖になってて、次話すことを考えちゃうから今言ってることが飛び飛びになっちゃったりとかね、結構ね実は話すのそんな得意じゃないです。まだねライブとかの方が、こういうライブの方がコメントもらってそれに返すってちょっと会話に近いんで、まだこっちの方ができるんだけど、一人語りめちゃめちゃ難しいんですよね。だからね結構周りの YouTuber の方でガジェット系の方とか一発撮りしてるような人とかが結構いるんだけど、本当にそれ尊敬するんですよね。そうだ、ちょっと皆さんに聞きたい。僕の動画は最初何から入ってくださったんですかね。何をきっかけに見始めてくれたのかっていうのが気になります。韓国の方も登録いただいてありがとうございます。 SJP さん、名前をもちょっと読み上げられるときは読み上げてきますね。台湾モーニングルーティン台湾 Vlog 結構見てくださった方多いんですね。そう、もうほんとコメントが多いね。結構
台湾の Vlog を一番初めに上げたのが全部で9本ぐらい最初は上げたんですけど、そこから台湾のスーパーでカルフールっていうところでのお土産を買う動画とか、そこから結構見始めてくれた方とかっていうのも多い印象ですね。あと今年に入ってモーニングルーティンで一気に結構幅広い年齢の方に見ていただくようになったかなと思ってます。キーマカレーから見始めてくれた方もいるんだ。割と結構珍しいかもと思った。無印からも。そう、無印も僕全然最初無印はね、ずっとベッドとかもずっと愛用してるの無印だし、うちの中無印のもの多いんですけど、あんまりねレビュー動画ってしばらく撮ってなかった、最初の方撮ってなかったんだけど、なんか最近やっぱりね無印の動画を期待してくださる方が多いなって印象なのでちょっとね更新頻度も上げるようになったっていうのはそんなとこだったりしてます。台湾から見始めた方多いですね。ありがたい。そう、でもあの時って一番初めの台湾動画ってそれこそ、YouTube 始めてすぐぐらいなんで5月6月とかそれぐらいだったんですけど、あの時はもう撮影のね仕方とかもほとんど素人同然だったので、今見るとね結構ねこういう風にすればよかったなとかね結構あったんですけど、でもね、雰囲気は伝わったかなと思っていて、未だに僕もあれ見ながらねまた台湾行きたいなと思ったりすることが多いです。台湾1年後らしいですね、行けるようになるのが。1年間待つの結構厳しいなと思ったんですけど、まあ仕方ないですね。はい、それまでに穏やかに、過ごせることを祈りましょう。はい、あとはごめんなさい、まだ終えてなかったりするんだけど、キャラメルのお店が紹介されている東京 Vlog が最初の Vlog ですね。ナンバーシュガーだ。行った方も結構いるって報告いただきました。美味しいですよね、ナンバーシュガー。そもそも台湾を好きになったきっかけって何なんですか。もともと一番初め社員旅行で僕行ったんですけど、でその後に一人でこうふらふら好きなとこ回ったら楽しそうだなと思って行ったのが2回目で、そこでもうドンハマりして、それでもう1年に 3,4 回行くようになってしまったって感じですね。はい、あとは台湾行きたいですという声もありますね。台湾行きたいですね。はい、声大好き、声と手が大好きですって言ってくださって、このメマさんは結構コメントくださる方だな。ありがとうございます。結構手とか言ってくださるんだけど、割とね多分色とかもある程度こう編集ソフトで全体の色を明るくしてたりするから、まあそれもあると思うんですけど、でもね色黒ではないですね、確かにね。はい、おすすめの無印のルーローハン食べました。ルーローハン美味しいですよね。ごめんなさいね、結構ね多分皆さんたくさんコメントくださってるんですけど、本当に目に留まったやつだけしか読み上げられないのと、あとはちょっと似たような質問だったりとかっていうのはちょっとまとめて回答してしまうって感じなんですけども、はい、見てね目に留まったものを話してきますね。そっか、じゃあ結構皆さんは Vlog とかモーニングルーティンとか、やっぱそういう生活系レビューとかよりもそっちで入ってくださった方が割と多いんですね。台湾の9分は行きましたか。9分は行きましたし、一応9分のVlog みたいなやつも1本撮ってますね。今やっぱり観光客がいないから9分人が閑散としちゃってて寂しいらしいですね。早くまた行きたい。日本国内だとどこへ旅行行きたいですか。今行きたいのは大阪、福岡、沖縄とかかな。その辺に行きたいですね。あとは何の話しようかな。フレンチブルドッグからで来てくださった。やっぱりフレンチブルドッグとかで検索して来てくださったとか、そういう関連動画から来てくださった、そういう方もやっぱ多いんですかね。こたつだね。そうだね。はい、MacBook の動画、MacBook のねレビュー動画も今使ってるこちらのね、ちょっとこの使ってるのが MacBook ですけど、これの購入とレビュー動画みたいなやつから入ってくださった方も多いんですね。福岡来てください。大阪ぜひお越しください。ありがとうございます。そう行きたいんでね、近々うまく時間見つけていきたいなと思っております。長崎にも来てください。長崎僕行ったことないな。そういえば行ってみたいですね。ヒバの元帥買いました。ヒバの元帥ね、いいですよね。あれヒノキの香りで部屋の中中がすごいいい香りで満たされる。 iPhone 買う。予約しました。 iPhone 12 mini 予約しまして、
よっぽど問題がなければ多分当日に届くんじゃないかなと思ってます。台南行ったことありますが、台南行ったことないんで行きたいんですよね。はい。あとは広島もおすすめです。広島行ってましたね、高子さん。はい。あと飛騨高山来てください。来てくださいっていうのがたくさんある。すごいな。ルーティン憧れています。ありがとうございます。モーニングルーティン結構憧れていますとか言ってくださる方多いんですけど、よく見るとそんなね、案外大したこと多分やってないんで、朝ね、ベッドの上でダラダラ YouTube 見て、やっと起きたと思ったら適当に焼いた朝食を食べて、で犬を散歩してっていう動画なんで、そんなにね、案外やってることは大したことないんですよ。多分なんとなく動画のこう色合いとか色味とか、あと映像のボケ感みたいな、そういうのでおしゃれっぽく見えてるんだと思います。はい。バルミューダのパン美味しそうでした。バルミューダのパンはマジで美味しいです。本当にね、あれでパンの概念が変わったというかね。はい。あれはね、ほんとおすすめする。バルミューダの、あとポットとか、バルミューダはほんと調理器具は特にいいのが多いんじゃないかな。無印良品購入動画も好きです。ありがとうございます。ね、ちょうど昨日も公開しましたけど、あれでおすすめした麺であったかってやつはね、ほんとあったかかったですね。はい。あとね、結構プライベートな質問みたいなのとか、プロフィールの細かな質問とかね、ちょいちょい来るんですけど、基本そういうのはね、お答えしませんので、はい。あと顔出しも最初に言った通りしません。期待してたらごめんなさい。はい。あとは、バルミューダのスピーカー結構いいんです。やっぱいいんだ。ちょっとね、興味は持ってるんですよね、あれもね。はい。食材の切り方とか炒め方とかも好きです。そうなんだ。そこから好きって言ってもらえるのは嬉しいですね。結構ね、料理は好きなんで、割と我流でやってるところもありますけども、結構切るのとかは得意な方かもしれない。こたつ撫でてこたつはもう相変わらずずっと寝てますんでね。ウェイパーの青いやつどこで売ってますか？スーパーで売ってたりすぐ売り切れたりしてるみたいなんで、もうタイミング見つけてゲットするしかなさそうですね。はいはいはい。あとはお出かけ動画でお出かけ動画でいつも大量にコーヒー飲んでいて共感しちゃいます。そう、飲みすぎって言われるんですけどね、コーヒーって諸説ありますよね。飲んだ方がいいとか飲みすぎない方がいいとか、どっちなんだろうと思いながら、自分は好きなんで飲んだ方がいいっていう方だけを参考にして飲んでますけど、ブンブンチョッパー買った。ブンブンチョッパーめちゃめちゃ便利ですよね。みじん切りがあっという間にできる。売ってない。売ってないんだやっぱりね。またカフェ巡りも見たいな。Vlog また多分撮りますので、はい。iPhone 何色にしましたか？ブラックにしました。イソップのルームミスト何の香り使ってますか？キティラっていう木みたいな、森みたいな匂いのやつですね。匂いのやつですね。はい。で、最近料理が面倒なので羨ましいです。調理器具とか揃えると料理が楽しくなるんでおすすめです。はい。カバン引っ掛けるやつ買いました。クリッパかな。クリッパいいですよね。僕も愛用してるけども。はい。今度浅草とか行ってほしいです。浅草は Vlog をも撮って出して、結構前に出してるのと、普通によく行ってますね。はい。横浜行きますか？横浜のね、Vlog も近々撮りに行こうかなとか思ってるんで、おすすめのお店とかあれば教えていただきたいかも。あとは、12ミニのレビューはしますか？一応しようかなと思ってますけど、他の方も多分結構する方多いと思うんで、差別化どんな感じにしようかなっていうのはちょっと悩んでるとこだったりします。こたつ就寝。もう寝ましたね。はい、横浜にも来てください。行きます。無印の、飛ばしちゃった。無印の鍋シリーズ食べました。鍋ね、まだ食べてないんですね。今もヘアスタイルは爽やか色ですか？相変わらず爽やか色ですね。はい。いつもそれやっていただいてるんで。はい。この前、奥渋谷の卵サンド食べました。美味しかったです。食べたんですね。キャメルバックのね、卵サンド美味しいですよね。
ユニクロジルサンダーでは何を狙ってますか？正直ね、ちょっと購入見送ろうかなと思ってます。なんか、あんまり欲しいのがなかったっていうか、そんな安くないですよね。で、あと、浦安って何が、ちょっと失礼な言い方だったらあれだけど、どんなのがあるんですか？なんかあんまりイメージができない。はい。あとは川崎家紋。川崎なんか工場の写真とかを撮りに行ったりもしてみたいなとかも思った。あと、なんか全然メッセージが追えない。あ、Vlog もですが YouTube のレオさんの動画見始めてから君まろさんがヒットしたと思います。あ、レオさんの動画の関連とかに出てきたってことかな。レオさんの動画もね、面白いですよね。僕結構好きで、ほぼ全部見てるけど。代々木公園のドッグラン動画見て今日行ってきました。とっても楽しかったです。代々木公園のドッグランは結構広々していて、でいろんなワンちゃんもいるから普通のワンちゃんだったら楽しめますよね。こたつはビビって止まってたけども、動画編集大変じゃないですか。これっぽいことよく最近聞かれるんですけど、大変じゃないんですよね。あんまりね YouTube をやる上で苦労とか辛いなってやめたいなってね、正直あんまなくて、その気持ちにならない程度のパワーバランスでやってるというか、楽しくなくなっちゃったり義務感の方が勝っちゃうともう多分僕続けらんないと思うんで、それぐらいの緩い感じでやっております。1400名、本当だ、1400名の方が見てくださってる。こたつのいびきも聞こえましたでしょうか？はい。あと YouTube 始めたきっかけは何ですか？もともと仕事で YouTube をちょっと勉強しなきゃいけないかなと思って、それで仕事でやるというかね、自分で入って自分の考えでやってみた方が YouTube のこと理解しやすいかなと思ってやってみたら楽しくなってきてしまったって。ドリアンさんありがとうございます。スパチャいただいちゃった。インスタも拝見してます。α7S3 の写真も構図も最高です。沖縄移住するので遊びに来てください。ドリアンさん移住するんだ。絶対行く。いつもありがとうございます。スパチャ本当ありがとうございます。全然ね、そんなスパチャとかは大丈夫なんですけど嬉しいです。そうなんだ。沖縄移住する方最近ちょいちょいいますね。α7S3 の写真も構図も。α7S3 はやっぱり α7S3 かはやっぱ写真撮るの楽しくなりますね。いろんなところ撮りに行きたくなるっていうのは確かにあるかもしれない。あとはいびき聞こえました。いびき多分入ってますよね、こたつのいびきね。男女比年齢層とか知りたいです。これね、今 75% が男性かな。それで20代30代の方が、一番多かったと思います。はい。カルディのコーヒーとかも買いますか？僕カルディのコーヒー毎朝飲んでます。バターコーヒーまでやってるんだけど、バターコーヒーで使うコーヒー豆はカルディのマイルドカルディをずっと使ってます。コスパがいいしって感じかな。毎回コメント返してくれるから動画もすごい楽しみです。そう、僕なるべくコメントは返すようにしていて、ただちょっと忘れてしまったり、どうしてもね、ちょっと管理ツールがコメントを追うのがね、あんまり得意な作りになっていないので、なのでちょっと見逃しちゃったりとかね、そういうのもあるんですけど、見つけて返せるだけ返すようにしています。君丸さんの影響でカメラを趣味にしようと思ってます。ミラーレスデジタルでも十分撮れますでしょう。ミラーレスデジタルカメラっていうのは十分撮れるというか、僕が撮ってるのはもうそれなので、撮れると思いますよ。あとはとにかくいろいろ試して撮ってみて学んでいくのがいいと思います。男性の方が多いんだ、意外。男性の方がでも多いんじゃないですか？あんまり女性向けのものよりも男性が好むようなテーマのものが多いような気するけどね。はい。バターコーヒー美味しいんですか？砂糖が入ってないカフェラテみたいな感じで全然飲みやすいですよ。今日の服装かっこいい。ありがとうございます。そう、これね、よく聞かれるんであえて来たんですけど、その東京 Vlog の最初の表参道の時に着てたやつなんだけど、
ジャケットがコスっていう H&M の姉妹ブランドのところのジャケットで、中はさっき言った自分で作ったっていうかオーダーして作った Vlogger っていうロング T シャツなんですけど、でこのねジャケット結構どこのですかって聞かれるんですけど、多分ねコスだからもう売ってないと思うんですよね。頻繁に品替えするんでもう買えないかもしれないんですけど、なんかねシンプルなデザインで割と好きなジャケットです。女性が多いと思ってました。あ、そういう方は結構いるんだ。男性が圧倒的多いですね。はい。クーネルさんに声が激似って言われませんか？僕なんかこの方も YouTuber さんなのかな。僕ね結構 YouTuber さんの誰々っぽい声ですねとかいろいろ言われたりするんですけど、他の方で知らない方やっぱ多いんで、クーネルさんもちょっと聞いてみますね、どんな声の方か。あとはなるほどね、ドリアンさんは福岡から沖縄に移住するのね。福岡もいいですよね。わ、スパチャいただいたタクシーさんありがとうございます。どうしてこたつと名付けたんですか？冬生まれだからですね。冬生まれでいろんな人にこう愛されそうな名前かなと思ってこたつにしました。カラオケは得意ですか？カラオケは得意かどうかわかんないけど嫌いじゃないですね。でも全然最近行ってないですね。はい。なんかゆっくり最初はここまでの経緯を話そうとか思っていたけど、もう質問コーナーに入ってきてしまってる感じがあるんで、まあゆるく質問にもお答えしていきましょうか。はい。私もフレーブル飼ってます。名前はドナドナです。ドナドナ、なんかお名前面白い。初めてワンちゃんにドナドナっていう名前をつけてる方を見たかもしれない。かわいい名前。ワークマンはどうでしょう？ワークマン、最近ワークマン女子とかなんかそういうの流行ってますよね。ワークマン買ったことないな。香水歌ってください。これツイッターの煽りですね。香水は歌いません。はい。無印の撥水リュックサックは持ってますか？あれはね、僕持ってないですね。君村さんの影響でマドエレンのポットポプリ買いました。ポットポプリかわいいですよね。いい香りですよね。何の香りを買ったんだろう。スピリチュエーレがうちは使ってて、スピリチュエーレの香りがめちゃめちゃ好きです。あとは、滑舌終了。やめて、そういうの言うの。そうなんですよね。滑舌そんなにね、良くはないですよ、僕は。はい、ピンクのスニーカーはインターナショナリスト。なんかそんな感じの名前だったような気がする。それでナイキ ID じゃないや。ナイキバイユーカでカスタマイズしました。フルピンクにしました。またスパチャいただいてしました。つこうさんって読めばいいのかな。彼の影響で拝見するようになりました。いいですね。東京 Vlog 楽しみにしています。お茶代を送ります。ありがとうございます。美味しいお茶がいただけそうです。お茶いただきますね。はい。お洋服はどこで買っていますか？うちもフレブルを買っているので参考にさせていただきたいです。こたつの服は動画でもね出してるんですけど、ブリンプさんっていうところで購入することが多いです。今着てるのもブリンプさんで購入したロング T シャツみたいなやつですね。スウェットみたいな感じかな。お酒は飲まれますか？お酒は飲みません、僕は。シーツ寝心地いいですか？寝心地めちゃめちゃいいです。あったかいです、あれ。台湾以外で行ってみたい国はありますか？韓国も僕旅行で何度か行ってて好きなので韓国行きたいのと、あとはヨーロッパ圏もちょいちょい行ってみたいですね。コス僕も行くようになりました。コスもねいいですよね。シンプルなデザインでコスパも割といい。はい。こたつのいびきも盛り上がってきましたね。ちょっとでかくなってきましたよね。まあ BGM の一つと思って聞いといてください。落ち込む時はありますか？落ち込む時なくはないですよ。はい。イッズ聞くんですか？イッズは僕もう本当にね、毎日のように今も聞いてますね。前どっかで話したけど、サブスクの動画の時に話したけども、Hulu でニジプロを一通り見て、でそれの中でイッジの曲を結構歌うとか踊るシーンがあって、この曲かっこいいなと思って本家を聞いたら、まあかっこいいしダンスがキレッキレですごいなと思って、イッチ好き。ダラダラとかワナビーだっけとか大好き。はい。シーツ売り切れてました。売り切れてたんだ。やっぱ人気なんですかね。こたつ多分もう起きないですね。今日こたつはこの感じだと。
君丸さんの部屋紹介見て年内に自分好みのおしゃれな部屋にしようと思って決めて頑張ってます。いいですね。僕も結構自分の部屋作るときいろんな方のルームツアーみたいなのとか参考にしたりもするんで、一回ね真似して入ってくっていうのはいいかもしれないですね。君村さんの韓国 Vlog 楽しみです。韓国もねせっかく行けるようになったら Vlog 的なのを撮りたいなと思ってます。ドッグランの動画気に入ってます。迷子のこたつ可愛かったです。こたつめちゃめちゃ迷子で挙動ってましたね。不安がっててちょっとかわいそうだったけど試練ですね。はい。川島さんだ。川島さんってもしかして川島さん YouTube の川島さん大谷さん来てるじゃない。ありがとう。なのかな、ちょっと見逃しちゃってるかもしれないけども。また根岸さんがスパチャいただきまして、いつも楽しく拝見させていただいております。木村さんの動画に憧れて自分自身も物やライフスタイルについて考えることが好きだと気づき発信を始めました。今後も応援しています。めちゃめちゃ嬉しい。僕の YouTube は結構やっぱり物をこう紹介するとかライフスタイル系みたいな感じでそういうのを紹介することが多くて、で結構ね身の回りで多分みんな自分は何か気に入って物を選んでると思うんですけど、で何に気に入ったか、何が気に入って買ったかとかって気づき始めると、なんか自分が好きなものっていうのも分かってきて、それで物を選んだり買ったりするのがより楽しくなると思うんで、なんかそういう扉が開けられたらなみたいなのもちょっと YouTube やってる一つの動機だったりするんで、そういうね感想とかいただくと嬉しいですね。はい。これなんかチャットの中で検索とかできるのかな。川島貴弘さん。僕ね、川島さん動画見てますよ。コメントくれてたんですね。結構好き。川島さんの動画。ね、もうめちゃめちゃイケメンなんですよ、それで川島さんが。みんなもね、ぜひ見に行ってほしい。川島です。川島さん、また名乗り出てくださった。見てますよ。ユニクロの動画とかもそうなんだけど、なんかね、ファッション系もそうだけど、ルームツアーとかも僕見させていただいたけど、なんかほんと全部おしゃれだし、かっこいいライフスタイル。いいっすよね。ちょっと、これからも楽しみにしてます。はい。あとは、川島さんは結構でも男性の視聴者さんが多いっておっしゃってましたね。女性とかも多分見に行ったら結構ハマるんじゃないかなと思うんだけど。君丸さんの声心地よすぎて寝落ちそうです。ボソボソ喋るからですかね。もうちょっとこう、はいみたいな感じで喋った方がいいのかな。寝ないように。声が ASMR すぎます。咀嚼音とかやりましょうか。鬼滅の刃見に行きましたが、僕ね、鬼滅の刃、これ非国民って言われるかもしれないですけどね、もう1ページも漫画も読んだことないし、全然1分も動画も見たことないんで、ちゃんとそろそろ見た方がいいかななんて思っています。小太郎さん、虎太郎、小太郎さんかな。いつもインスタとかでもコメントくれる方かな。早めのクリスマスプレゼントいただきました。ありがとうございます。小太郎さんはフレブルの名前なのかな。夏にじゃあったかいものでも買い与えますね。ありがとうございます。スパチャいただいちゃいました。あとはグッズとか作らないんですか。グッズとか多分作らないですね。なんかいいかなとGoTo で国内旅行行く予定ありますか。なんかちょっとね、今旅行行くタイミングを割と逃してて、行く予定が今んとこはないですね。なんか直接の知り合いの方とか同じ YouTuber の方とかもしいたらもう一回名乗ってほしいかも。結構ほんとね、ちゃんと追いたいんだけど追い切れてない感じがしていて、なんか英語でコメントくださってる方とかもいる。ローマ字で書いてくださってるのか。ありがとうございます。フレブルの皮膚のケア何かあれば、もうそれは病院に行くしかないですね。はい。ファンの呼び名、ファンの呼び名って考えてなかったけど、まあ、あんまり考えなくていいかなと思ってちょっとサボってました。
他の YouTuber とのコラボはしないんですが、結構ねコラボの提案とかいただいたりするんですけど、僕こうやってね顔出してないんで、結構お互い編集で気使ったりするかなと思って、そういうのでねあんまりちょっと進めてないというかできてないっていうのもねあったりするんですよね。相手に迷惑かけちゃいそうかなと思ってファンの名前はこたつむりに しませんか？それはもうこたつのファンですよね。はい。高校2年高校2年生なんですけど、今のうちにやっといた方がいいことってありますか？友達とたくさん遊ぶことと、あとは自分が無理ない範囲でできることだったら、できそうなことだったら、とりあえず一通り試してみることだと思います。なんか試しておくと自分が得意なものを見つけられたりすると思うし、その得意なものが将来役立ったりすると思うので、それをね気づくまでって試さないと分かんないと思うんで、何かしら試してみるのはいいと思いますよ。おゆいですって読めばいいのかな。いつもありがとうございます。スパチャいただいた。少しですが無印でバーム買ってください。やった。不揃いバーム買いますわ。これで4つぐらい買えんじゃないのかな。いただきます。おゆいですさん、いつもありがとうございます。本業は何ですか？一応、広い意味で IT 系なのかな。はいですね。来年就活ですが、一人暮らしでもワンちゃん飼いたいと思っています。就活はこれは関係あるのかな。結構ね、一人暮らしでワンちゃん別に飼えないことはないと思うんですけど、経済的なところと、あと時間的なところと気持ち的なところである程度余裕が持ててから飼った方がお互いハッピーだと思います。はい、こたつとのキャンプ動画見てみたいです。キャンプ動画はいずれ撮りたいなと思ってるんですけど、こたつを連れてくるのはちょっと厳しそうかなと思ってますね。はい。割となんか家賃とか彼女はいますかとかプライベート的なのを細かに聞いてきますねその辺はあんま答えないです。小湊って本名ですか？これはもうネタですかね。小湊さんマジ誰ですか？僕は君まろです。小湊さん、本名ってそういうことか。本名じゃないし、なんかね僕小湊さんって名前間違えられるんですよね。僕全部の動画で最初にどうも君まろですって言って始めてるんだけど、小湊さんいつも見ています。多分この人見てないなと思いながら僕は見てますねひどい、もう本当に。はい、小湊じゃなくて、でちなみに本名も全然小湊関係ないです。ちっとも合ってない謎で、小湊さんちなみに YouTube で検索して探してみたんだけど、そんな人いなかったですね。そういうそれっぽい人はいなかったですね。はい。なぜか間違えられる小湊さん。君まろです。改めて。はい。トーク面白すぎ。よかったです。結構ね、ゆるいトークですけども。一番影響を受けたアーティストや作家、尊敬している人物などいますか？一番って人正直いないですね。なんか、いろんな人の影響をちょっとずつ受けてたり、参考にしたりとか多分してるんじゃないかなと自分では思っておりますけども。はい。あとは、コーデの無印版。無印ね、洋服僕あんまり持ってないんで、コーデするほど持ってないんですよね。お店って何で見つけたりしてますか？インスタで見つけることが多いですね。はい。スーツ姿みたい。僕1本だけスーツ姿で撮ってる動画ありますよ。バッグの、ビジネスリュックの動画。なぜかスーツ着てみたっていうやつありますね。ボカロは聞きますか？ボカロは全然聞かないですね。あんまり詳しくないですね。海鮮ウェイパーの話題多いな。海鮮ウェイパーを使った何品か料理見たいです。ちょっとまた海鮮ウェイパー使った料理動画とか撮りましょうかね。本当あれは美味しいでございます。はい。東京 Vlog 大好きです。ありがとうございます。あれはね、シリーズでずっと今後もやっていくと思います。無印ホテル動画が見たいです。無印ホテル僕は泊まりに行かないかな。多分、無印林さんとかが動画確か撮ってたと思うんで、そのあたりとか面白いんじゃないかなと思いますよ。はい。
今日の服ドタイプです。もう全身黒ですけどね。黒。新卒1年目で転職はどう思いますか？すればいいんじゃないかな。なんかこう、適当に言ったように聞こえるかもしれないですけど、どういう理由でかわからないですけど、合わないと思ったり、もうそこでやれることが自分の中ではないなとか、耐えることって僕そんなに重要じゃないと思ってるタイプなんで、してもいいんじゃないかなとか、無責任に聞こえるかもしれないですけど、僕だったら本当に合わなかったら転職1年以内でもすると思います。はい、ラブアメフットさん、スパチャありがとうございます。こたつちゃんのおやつとしてありがとうございます。ちょっとこたつにじゃあなんか欲しいも買ってあげますね。高級欲しいも買ってあげますね。はい、今もリモートワークですか？ほとんどリモートワークですね。受験生に一言。今年この時期大変かもしれないですけど、この時期の受験乗り越えたら今後強くなると思うんで、一頑張りしてください。表参道と原宿行く予定があるから Vlog 見返そうと思います。ぜひ見てください。結構新しいお店もできてたりすると思うんですけど、ぜひ行ってみてください。はい。12月に東京遊びに行くのが決まったので聖地巡礼します。聖地っていうのは Vlog に載ってることを言ってくださってるのか分かんないんですけど、結構ね、僕が巡ったところを行ってくださる方とか行ったって報告いただいたりするんですけども、割と満足いただいている方も多いみたいなので、参考になったら嬉しいです。はい。ちょっと手が置きにくいんでこんな感じにしようかな。東京 Vlog であえて裏道動画。なるほど。裏道を巡ってみるみたいな。それはそれでちょっと面白いかもしれないですね。なんかメインストリート行かないみたいな。そういうのは面白いかもしれないな。まず自分の部屋を作るときどこから作りましたか？覚えてないな。君山さん東京出身ですか？はい、東京出身です。モノグラフ堀口さんと話したりしますか？一度ね、オンライン飲み会みたいなのっていうのかな、ズーム飲みみたいなのをしたことあります。はい。結構ケイスケさんがね、いろんな方をつなげてくださったりするんですよ。ケイスケさんの動画も堀口さんの動画も本当に好きで、僕結構ずっと見てます。はい。戸越銀座とか商店街のある Vlog も見てみたいです。商店街系もね、なんか行きたいなと思ってて、屋根線、谷中とか根津、千駄木あの辺とかもちょっと行きたいなとか思ってます。100均行きますか？100均全然行きますよ。なんかちょっとここにあるけど、このキャニスターっていうのは、これとか僕普通に100均で買ったやつだからね。ナチュラルキッチンとかなんかああいうところで買ったものでございますね。君丸さんのバッグの中身だったりいろんな動画を見て好きな人に誕生日プレゼントを買いました。何を買ったんだろう、気になるな。参考になったらよかったです。結構ね、誕生日プレゼント何がいいですかとか、おすすめ、君丸さんだったら何が欲しいですかとか言われるんですけどね、結構聞かれると難しいですね、誕生日プレゼントって。乃木坂工事中見てますか？僕ね、割と最近ね、坂道系のちょいちょい見たりしてるんですよね。なんかゆるいお笑い的な感じで見てる。100均意外、100均全然行きますよ。なんか家具って結構高きゃいいってもんでやっぱないなと思っていて、家に色とか質感が合ってれば値段はあんま関係なくて、安くてもいいものだったらいいなって思ってますけど。マレーシアからハロー、ありがとうございます。マレーシア語で返したいところだけどもさっぱりわからないので、ありがとうとだけお伝えします。エスターさんって読むのかな。いろんな国の方が見てくださってるんですね。バナナマン面白い。バナナマンは本当に面白いし愛情があっていいですよね。大好き僕も。ナナさん、スパチャいただいてありがとうございます。君丸さんの商品レビューからいろいろ購入して自粛生活が楽しくなりました。ありがとうございます。なんか散財させてしまっていたらごめんなさいだけど、本当おすすめしたいものしか僕は勧めないようにはしているので、おそらく買って損はなかったと言っていただければ嬉しいでございます。はい。
マルジェラとかハイブランドは好きですか？確かお財布はマルジェラだったから。そうですね。ハイブランドが好きっていうか、マルジェラのあの財布が好きだったから、あれは買いましたとか、そんな感じですね。あんまりブランドだから買いたいとかっていうのじゃないですね。それハマっちゃうとね、キツネは割と好き、一番好きだけど、ハイブランドだから買うっていう感じでは僕はないかもしれない。あとは、無印の水ボトル紹介見て買いました。いいですよね。どこでも結構給水できるお店多いし。はい。またスパチャいただいた大野瀬名さんかな。スパチャありがとうございます。女子ですが、きみまろさんの影響で YouTube 始めようかと思ってます。YouTube 始め方、育て方の記事、とても参考にさせていただいてます。ありがとうございます。ノート僕が書いていて、YouTube を始めて1年ぐらいかなの、経歴と、それまでのどんなところを考えて YouTube 運営したかとかっていうのをまとめたノートっていうね、記事があるんですけど、それをご覧いただいて YouTube も始めたってことですよね。始めようとしてるのか。もう始めちゃいましょう。YouTube はね、ほんと無料。始めるのは無料でできるんで、ぜひ楽しんでやっていただけたらと思います。はい。東京行ったらカフェキツネ行きたいです。キツネぜひ行ってみてください。僕も今も好きでしょっちゅう行ってます。フレブル買ってるのはフレブルグッズの紹介もっとあったら嬉しいです。ちょっと新しいの何か買ったりしたら紹介動画もやるかもしれないですね。あとはコートシエルのリュック動画買ったんですね。見て買ったんですね。コートシールもかっこいいですよね、デザインがね。きみまろさんが今一番欲しいものは本当に浮かばない。なんだろう。浮かばないから割と満たされてるのかもしれない。はい。ドトールとかスタバも行くんですが、ドトールはあんま近くにないんでそんな行く機会ないですけど、あれば別に入るし、スタバも行きます。今度京都行くのでキツネカフェ行きます。京都にもねあるんですよね。京都のキツネカフェ僕まだ行ってないから行きたいな。YouTube をしたいと思ってました。もう YouTube をしたいと思ってる人はとりあえずもうチャンネルを明日にでもこの後にでも作ってしまって、とりあえず始めてみるっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい、こたつさんがなんか急に起き始めましたね。はい、美容室へ行く回数月1ぐらい。でも割と忘れて2ヶ月ぐらい経っちゃってボッサボサになったりします。UM さんがスパチャだけを置いてってくださってありがとうございます。コンビニコーヒーはどこのが好きですか？コンビニのコーヒーは逆に飲まないですね。コーヒーは家で飲むかお店でコーヒー屋さんで飲みます。きみまろさん筋トレとかしてますか？そんなにねがっつりはやってないですけど、ローラーのやつとか結構いろいろちょいちょいはやってますね。はい。でもゴリゴリはやってない。なんかチャットの流れが恐ろしく早い。Spotify とかでラジオ配信。Spotify でラジオ配信は考えてないですね。はい。台湾動画でハマりました。やっぱり台湾から入ってくださる方多いんですね。こたつのプロフィールとかに関しては、こたつの動画を買ってよかったものの動画かなんかで紹介してるんで、そちらを見ていただけると嬉しいです。今も1500名ぐらいの方が見てくださってるんですね。ありがとうございます。本当に。最近気になるファッションとかありますか？ファッションそんなにユニクロばっか着てますね、相変わらず。こたつさんはマローボーン好きですか？これですね。これ好きですね。いつもガジガジずっとかじってます。また。アキさんさっきもスパチャいただかなかったかな？ありがとうございます。またいただいてしまったかも。ノートはとても参考になってます。また数本しかアップしてませんが、考え方を整理できて助かりました。よかった。なんか参考になったら嬉しいです。コンビニでデザート買ったりしますか？全然買いますよ。コンビニのデザートのクオリティ、エラ高くないですか？めちゃめちゃ
いいですよね。美味しい。でも僕はあれに糖分がものすごい入ってることは知っているので、買いすぎないように気をつけてます。普段の仕事はスーツですか？いや、スーツは着てないです。私服です。はい。またスパチャいただいた。良平さん、ありがとうございます。きみまろさん、こんばんは。おしゃれな動画に憧れて YouTube 始めちゃいました。始めた。いいですね。はい。おしゃれな動画すごい撮ってて楽しいと思うんで、まずはもういろいろ撮りまくって、それでどんな動画がいろんな人に見てもらえるかってね、みんなが見てもらえる動画がどんなのかって気づき始めたらより楽しくなると思うんで頑張ってください。ちょっとスパチャもなるべくちゃんと読んでるつもりだけど、もし読み逃していたらほんとごめんなさい。でもちゃんと読んでたつもり。また UM さんがいた。UM さんも2回目じゃないこれ。こたつさんいつも可愛い癒しですってスパチャいただいた。こたつに美味しい欲しいも買いますね、これで。ありがとうございます。韓国はどこに行かれましたか？基本ソウルしか行ってないんですけど、ソウルでカフェ巡ったり、あとは韓国のローカルフードみたいなのをいただいたりとかしましたね。それは YouTube には上げてないですけど、インスタに写真は遡るとアップされてると思います。こたつの iPod Pro ケース紹介して、 iPod Pro のケースは今は動画でもちょっと紹介したけど、こちらのキツネのケース、これ使ってますね。ハーゲンダッツなら何味が好きですか？ハーゲンダッツ、マカダミアナッツが好きです。マカダミアとマカデミア正しくはどっちなのか未だに僕分かってないですけど。またスパチャいただいてありがとうございます。ヘアセットひらめさんもいつもありがとうございます。スパチャありがとうございます。美味しい欲しいものこたつに買いますね。プロテインチップスは美味しいですか？あれ普通に美味しいですよ。っていうか多分チップそのものっていうか味付けが美味しくできてますね。はい。画質すごい。画質大丈夫かな？遅延とかは起きてないのかな？あんまりちょっと自分でウォッチがしきれてなくて遅延が起きてるかどうかわかんないんだけど、大丈夫そうですかね。よかった。こたつのいびきがだんだんエスカレートしてきましたね。マカダミア。マカダミアに対してちゃんとみんな訂正してくれるんですね。ありがとうございます。だが正しいのね。マナさん、スパチャありがとうございます。Vlog 拝見してから YouTube 始めました。結構始められた方多い。おかげで趣味が増えました。きっかけをくださってありがとうございます。いいですね。なんか Vlog とか、そういうのを始めると、なんか物の見方も結構変わってきたりするから、より楽しくなったり、深くこうね、楽しむ、理解して楽しむってなるから面白いですよね。ナイキのピンクのスニーカーお気に入りなのですが、どのようにカスタマイズしましたか？その時ね、ピンク一色の靴が欲しかったので、もうモデルだけ選んだら、ベースになる靴のモデルだけ選んだら、もうあとはもう選べるだけピンクを選んだって感じですね。はい、それであんな感じになりました。新しいマイクはこれかな？どこのメーカーですか？ファイファインっていうとこだったかな。なんか YouTuber のサッサンっていうガジェット YouTuber の方かなとかが紹介してたやつだと思いました。結構コスパもいいかもしれない。はい。また抹茶さんスパチャありがとうございます。いつも楽しませていただいてます。これからも楽しい動画を楽しみにしています。頑張ります。これからもちょっとね、基本のんびり僕は更新するタイプなんで、もう毎日更新とかちょっと難しいんですけども、できるだけ公開してますので、はい、今後ともよろしくお願いします。挑戦してみたんですけど Vlog 撮影難しい。最初難しいですよね。もうこれは1000本ノックだと思います。やればやるだけ撮り方もわかると思います。Apple Watch の紹介して、新しい Apple Watch ですかね。僕今のところ買う予定ないんですよね。未だにこのシリーズ4つけてずっとこれでやってるんで、はい。あ
とは毎日自炊されてるんですが、自炊は結構最近ほぼ毎日してるかもしれないですね。やっぱりね、キッチンの道具とかを買い揃えたり、こう料理するのが楽しいような環境に身を置くとですね、人は料理をしたくなりますね。いいことだと思う。形から入る。 DJI ポケット2は買わないですか？買わないですね。多分アクションカムとかああいうカメラ系は、コンパクトなやつとかはね、多分あんまり使う予定がないので買わないと思います。はい。アーカイブは残しますか？残そうとは思ってます。インスタグラムのアップだけで精一杯です。継続の秘訣を教えてください。継続が辛いのだったらギブアップしてもいいんじゃないかなとも思うんですけど、なんかあんまり継続の秘訣って難しいですね。自分が楽しむしかないような気がします。こたつビクビクしてる。ビクビクしてますか？いびきかいてますね、相変わらずね。あとは10万人おめでとうございます。ありがとうございます。ほんとね、10万人ってすごい数になったもんだなと思いました。僕見直してたのが、この前ちょうど1年前ぐらいに台北に行った時の台北 Vlog で、最初に10分10分っていうテント上げするところに行って、そこで願い事をテントこう提灯みたいなやつで書いて、それを飛ばすってやつやったんですけども、そこにね、目標5000人じゃない5万人になりますように、当時5000人だったんですね、登録者が。で10倍の5万人になりますようにって言ってテントを上げたんですけど、それの倍に行きましたので、もう一回ね、その目標というか願いを書き直しに行かなきゃいけないんで、早くねコロスケが収束して台北に行って、また10分でテント上げをしに行きたいなと思っております。次は50万人って書こうかな。10万人ってうちの田舎の人口より多いです。ちょっとそうなんだ。10万人って確かにある程度町とかだったらもうそれぐらいの規模ですよね。はい。コロスケなんかね、ちょっとぐらい可愛く呼んでやろうかなと思って、ちょっとコーヒー飲みます。YouTube ライブ配信初めてです。何か嬉しいです。ありがとうございます。僕も初めてで、何か嬉しさもあるけど緊張も相変わらずあります。私服はユニクロが多いですか？ユニクロが多いですね。なんか恥ずかしいぐらいユニクロばっか着てるかも。親分さんありがとうございます。パチャ10万人突破おめでとうございました。これからも木村さんのペースで、投稿頑張ってください。頑張ります。ほんとね、マイペースで、今後も行きますので、ちょっとね、でもね、もともとって僕2週に1回ぐらい上げればいいかなって、上げるのが精一杯かなぐらいで始めたんですけど、思った以上にね、皆さんが見てくださってコメントもくださって反応してくださるんで、ちょっとね、使命感が割とこう出てきてるとか、上げないといけないなって思い始めてたりするんで、可能な限りはやってますけど、でもあんまりね、こう自分がやるのが大変ってなるぐらいになっちゃうともう辛いと思うので、マイペースでやっていきたいなと思います。はい。期末テスト勉強しながら見てます。勉強しながらで大丈夫ですか？ちょっと邪魔にならないようにしますけどもはい、邪魔だなと思ったら切ってくださいね、ちゃんとね。はい、勉強頑張ってください。期末テスト頑張ってください。あやさん、あや233がスパチャありがとうございます。こたつくんを見て彼氏がフレブルちゃんを買おうと言ってます。お、いいですね。フレブル見ると買いたくなりますよね。iPad はガンガン使ってますか？ほんとガンガン使ってます。ほぼ毎日使ってる。プライベートでも仕事でも使ってますね。ちょっと前の第7世代ですけども、あれでも十分使えますね。ずっと使ってる。お、武蔵野文庫でカレー食べてきました。武蔵野文庫のカレーは美味しいですよね。この前ね、吉祥寺 Vlog で最初に紹介したお店ですね。はい。今日のオールブラックもかっこいいです。僕なんか当初 YouTube 始めた頃本当オールブラックばっかりだったんですけど、最近確かにいろんな色着るようになったかもしれないですね。
オールブラックだとね、なんか動画で見た時に黒がこうガビガビ汚く見えたりするのでね、ちょっと色付きのものを着るようになったとかっていうのもあったりします。こたつ一瞬ちょっと起きましたね、確かにね。はい。私も君村さんの iPad のレビューがきっかけで購入しました。ありがとうございます。結構、そう、あの動画ぐらいから、なんか視聴者の方がこうぐっと増えたというか、僕のチャンネルに気づいてくださった方が増えた印象はありますね。うん。中のロンティーはどこのですか？これは、なので、オリジナルのカスタマイズして作ってもらったやつですね。IKEA のザリガニ食べたことありますか？IKEA のね、冷凍ザリガニ、僕この前買おうと思ったんですけど、まだ食べたことないんですよ。美味しいのかなあれ。ちょっと気にはなってます。プリマさん、スパチャありがとうございます。銀の盾おめでとう。センス良すぎてクラクラします。ちょっとそれは言い過ぎかと。クラクラは言い過ぎかもしれないですけど、嬉しいです。ありがとうございます。そう、銀の盾。ご存知かもしれないんですけど、YouTube は10万登録いくと、銀の盾っていうのを受け取りの申請をすることができるんですね。で、申請して、ちょっとすると銀の盾が届くらしいんですけど、僕まだ申請の窓口がね、通知が来ていないので、申請がまだできていないんですけど、もうすぐ申請できるようになると思うので、銀の盾届いたらね、またライブもやるかもしれないです。そう、YouTube ライブはちょっと今回初めてやったけど、なんか定期的にできそうな感じもするんで、また近々やりますよ。はい。あ、またスパチャいただいた。これはなんて読むの？ちょっと待ってね。県立船橋さん。はい、ありがとうございます。スパチャ。いつもお店参考にさせていただいています。お店どうやって見つけてますか？ちょっとさっきも似た質問ありましたけど、結構インスタで探すことが多いですね。で、インスタとか、どっかの町に行きますって言ったら、その町の名前と町の表参道なら表参道カフェとか表参道グルメとか、そういう風に検索ワードを入れてインスタでお店を探すことが多いですね。瞑想をしていますか？瞑想はしていないですね。僕よりこたつの方が瞑想してると思います。はい。あとはこたつさんゆっくり寝てね。多分ね、言われなくてもゆっくり寝てますね、このようにね。はい。動画見て寝室用のプロジェクターを買いました。ネビュラカプセル2を購入したってことですかね。ほんとね、ネビュラカプセル2マジいいですよ、あれ。ほんと毎日寝る前にベッドで横になりながらあれを見てます。おかげで全然眠れない。めちゃめちゃいいです。またライブしてください。やります。インスタライブもね、前よくやってたんだけど、なんかこうやって見ると YouTube ライブの方が皆さんのコメントとかも追いやすかったりするしね、やっぱこっちの方がいいかなと思いました。はい、こたつさん吠えることはあるのかな要求吠えっていうんですかね。それをたまーにやるんですけど、もう基本はこんな感じでおとなしいですね。はい。ナイトルーティンをそのまま生配信っていうライブ動画どうですか？ちょっと事故りそうなんでやんないですね。なんか、いろいろそれこそ顔出ちゃったりとか、いろんなことが起きそうな気がするんで、はい。ハイブリッドダウンパーカーかな。今着てるのは違うけど、ハイブリッドダウンパーカー僕持ってて、もう夏はあれがないと過ごせないぐらいですね。あ、夏じゃない、冬。真冬は、あれがないと生きていけないですね。プロジェクターの他に別途スピーカー買いましたか？いえ、スピーカーは別に買ってないです。あれも結構アンカーのやつ音いいんでね。あのまま使ってますよ。1時間過ぎたけど、まだちょっとできそうなんで続けます。はい。はい。渡辺直美さんが自分の寝姿を一晩中配信してましたね。あ、なんかありましたね、そういうのね。すごいよな。渡辺直美さんだったらでも一晩垂れ流しててもずっと絵になるだろうな。面白いだろうな。1時間あっという間。ね、1時間結構あっという間ですね。喉の疲れは多少感じるけども、時間的にはあんまり1時間やってるなって感じがしないですね。横浜中華街のなんていうんだ、流体昇降ってものかな。いろんな食材、調味料があっておすすめです。あ、面白そう。中華食材の店、僕はね、
夢の国って呼んでるぐらいにね好きなんで、ちょっと行ってみたいですね。なんかいろんな魅力的な食材売ってますよね、ああいうとこ行くとね。はい。明日からまた働かなきゃですね。うん、働きましょう。まあでも仕事もある程度ね、メリハリって意味で仕事をやる時間っていうのも重要かなと思いますけどね、なんかね。ユニクロ U のアウター同じで嬉しかったです。あ、あれかな、さっきのダウンパーカーの話か。あ、これユニクロ U のアウターってなんだろう。よかったです。でも一緒ということで。なんか昔っていうかちょっと前だとユニクロ着ててユニバレというか、あれユニクロじゃんみたいなの言われるみたいなのがあって、ユニクロ選びにくいとかいう話もあったけど、最近はユニクロも割とイケてるというかね、かっこいいですからね。全然なんか指さされるみたいなのなくなって着やすくなりましたよね。水分補給してくださいね。ちょっと水分補給しますね。こっち行くわ。毎日だいたいこのまま1本飲んでます。2リットル。うん、働きたくない、嫌だ。イヤイヤ期に突入してる方がいるけどね。はい。小豚さん、動画見て思ったのですが、こたつの服ときみまろさんの服一緒に洗濯されてますよね。気にされないですか？あんまりなんか気にしてないですね。どっちも同じぐらい汚れてるだろうと思って一緒に洗っちゃってます。水以外にジュースとか飲むんですが、僕結構ジュースも飲みますよ。コーラも飲みますかとか書かれてますけど、コーラも飲みますが、もう普通のコーラは僕なんかね、飲めなくなりましたね。ダイエットコークというか、トクホという言葉に甘えて、トクホコーラとか飲んだりします。トクホだったら飲んでも大丈夫だろうみたいな、そういう謎の安心感を特保というね2文字に抱いてます。仕事に行きたくないと思うことはないですが、今リモートワークっていうのもあるので物理的にこう移動っていうのはないっていうのもあるんですけど、仕事行きたくない時期も、なかったかって言ったら嘘になるけども、割となんかそこはもうそれこそメリハリって感じで行ってしまうって感じだったかな。はい。iPhone 12 mini は予約しました。はい。なんかすごいこうダラダラ喋ってますけど、こんな感じで大丈夫なんでしょうか。はい。一晩寝たら嫌なことは忘れられますか？うん。なんか嫌なことのレベルにもよるんじゃないですかね。うん。でも割と寝たらなんとかなるかもっていう。起きてて解決することは多分そういうのはないので。アウトレット Vlog みたいです。撮影許可とかがなんか難しいんじゃないかなって気もするけど。今までアルバイトは何されてましたか？なんだろう。引っ越し屋さんとか、力持ち系とかもやったかな。リュック派ですか？トート派ですか？一時期トート派だったんですけど、最近はもう荷物が割と多いんで、リュックばっかですね。うん。なんかユニクロジルサンダーのことを聞かれる方がちょいちょいいらっしゃいますね。多分ね、今買う予定がないのですよね。結構ジルサンダーの、そうね、なんかハイブリッドダウンパーカーに似たやつとかあったけど、あれももう去年のやつ持ってるから、もう今年は買わないかなと思ってますね。筋肉痛が治りません。時間が解決してくれるんじゃないでしょうか。ナイトルーティンで紹介されていたナスの炒め物作りました。美味しかったです。あれ美味しいですよね。柚子胡椒とめんつゆだけで炒めるやつ。なんなら実は今日僕あれ作って食べました。ネックレスなどのアクセサリーは持っていますか？持ってないです。僕ね、金属アレルギーなんですよ。だから金属系ダメで。あとなんかあんまり好きじゃないですね、ジャラジャラつけるのは。α7S3 の使い心地はいいですか？使い心地はとてもいいです。ちなみに今撮ってるカメラは α7S3 にタムロンのレンズをつけて撮っております。
カメラ興味ない方はね、もしかしたら全然言われても分かんないかもしれないけど、分かる人に伝わればと思います。あとは、好きな映画なんですか？映画か。最近見てよかったのは、マイ・インターンかな。まあ、いろいろ見てますけど、あと、ソーシャルネットワークとかなんか、ああいうのも好き。なんだっけ、あれは監督が誰だっけ？ど忘れちゃった。あの人の映画結構好きですね。これ、君丸さんはデリケートにできていた。金属アレルギーのことですかね。そうなんですよ。肌はデリケートなのかもしれないですね。マインターン、面白かった。あれ、可愛い映画なのかなわかんないけど。デビッド・フィンチャーね。そう。あの方の映画、あれ映像もかっこいいですよね。そう。ソーシャルネットワークはね、結構ね、BGM の使い方とサウンドの使い方とかも結構好きですね。どんな髪型してますか？美容師さんには爽やかエロってお願いしてます。はい。島内以外のオシャンカフェ行く予定はありますか？行きたいとこちょいちょいあるので、横浜とかいろいろ行きたいなと思っておりますね。あとは、こたつ気持ちよさそうに寝てるな。本当に今日、全然こっちに向かって何かアピールもしないぐらい寝てますね。いびき大きくなってるね。大きくなってますね。動画系サブスクリプション何入ってますか？これはね、そういう動画を撮ってますので、そちらを見ていただければと思います。そっちにね、なんかおすすめの映画とかもそっちの動画とかにコメントいただけたらちょっといろいろ見てみたいなとか思いますね。トランプ派、バイデン派。なんか、トランプさんはね、負けてないって言ってるそうですね。はい、福岡来てくださいよ。福岡はね、行くと思いますよ、そのうち。BGM は何流してますか？これね、僕 YouTube の BGM は全部エピデミックサウンドという、一応これもサブスクなんですけども、YouTube で毎月音楽を使うときは、そこの契約して、そこからダウンロードして使わせていただいてます。ロイヤリティフリーってやつですね。それを今日はプレイリストに入れて再生しながらトークしてます。ちょっとね、BGM がちょっとぐらいあった方がいいかなと思って入れました。はい。あとは古着屋は行きますか？古着屋はね、この前ちょっと久々に入浴場とかも行ってみたんですけど、やっぱりなんかあんまり自分が選ぶような服はないなと思って行かないですね。服が並んでるの見るのは楽しいかなと思いますけども。はい、北海道来てください。北海道なんかちょっと今大変そうですけどもね、落ち着いたら北海道も行きたいですね。何回か行ったことはあるけども、でもゆっくり巡りたい。BGM はこたつのいびき、確かに。はい。Apple Watch 買おうか迷ってます。あったらやっぱり便利ですか？便利は便利だと思いますよ。結構生活は割と変わるんじゃないかなと思いますけども。台湾いつ行けますかね？ 1 年後って言ってましたね。台湾政府かなんかが、発表されてましたね。ね、台湾本当に1年かと思ったけど、まあしょうがないですよね。君まろさん苦手なことはありますか？これね、最近なんか思ったんですけどね、僕一応その IT 的な仕事が会社にねいるんですけど、多分一生プログラムを書くことは無理だなと思いました。 SE の方とか開発エンジニアの方とかプログラムを書くっていうのはね、肌には合ってないだろうなと思って、だからできる人はねほんと尊敬する。プログラマーは無理ですね。ミニマリストには憧れませんか？ミニマリストっていうのはどういうのを定義でミニマリストっていうのかちょっと難しいかなと思うんですけど、ミニマリストに憧れるっていう気持ちは別にないかなと思いますね。三茶のクロワッサン屋さん行きました。三茶 Vlog で紹介したとこですね。美味しいですよね。
そう、あそこも美味しかったな。プログラマーです。SEO は逆に苦手です。まあね、ほんと畑がありますよね。それぞれ得意なところ、不得意なところっていうのは。暇な時は何してるんですか？何してるんだろう。暇な時。最近でもあんま今暇だなと思うことが、そういう意味ではあんまないかもしれない。充実してるですかね。きみまろさんは甘党？はい、甘党ですね。お酒を飲まないからか、甘いものに手が伸びがちです。はい。1本の動画編集時間はどれぐらいでしょうか？ 5、6時間そんなかかってないかな。ちょっと動画にもよりますけども、撮影準備とかもろもろで1時間、編集で5、6時間とかそんな感じじゃないかなと思いますけども。なんかすごいずっと質問コーナーをやってしまっていたけども、皆さんついてきてくださっていて、相変わらず1500名ぐらいの方が視聴いただいてるんですね。すごいな。ありがとうございます。一日中寝てる日はありますか？これはね、ないですね。だいたいどっかしら出かけないとなんかもうなんだろう、動いてたいって感じかもしれない。きみまるさんに影響されて無印に行く回数増えましたありがとうございます。ぜひね、無印林さんの動画も見てください。もう毎日行きたくなるから。旦那といつも見てます。こういうの嬉しいですね。いいですね。ありがとうございます。旦那さんと一緒に Vlog とかそういうのを見てくださるのかな。はい。コストコでリンツのチョコ大量に買ってきたんで一緒に食べましょう。一緒に食べましょうってのはあれだけども、コストコ僕結構行ってみたいんだけど、なんか場所もそうだし、1個ずつ購入するとね、量が多いから、一人暮らしだとクロワッサン1袋しか買えないとかになりそうですよね。それで一生クロワッサン食べてるみたいになりそう。休みの予定は前もって決めてますか？どっちもありますね。その日決める時もあるし、前もってそこに行こうって思う時もあるし、バラバラかも。2匹目のワンちゃんは考えていますか？ 2 匹目は考えてないです。iPad はどのようなことに使用されてますか？本というか雑誌系を読むときも使うし、あといろいろデザインじゃないんだけど、仕事上でペンを使って書くような、ラフに書くような時があったりするんで、そういうのを書くときにも使えますし、あとはちょっと大画面で YouTube 見るときとか使ったりとかもするし、ほんとね、多様にいろいろ使ってますね。ガジェット系の動画もっと見たいです。ガジェット系の動画もまた撮ります。はい。ペーパーホワイト使わないですか？ペーパーホワイト持ってますよ。持ってて、この前も買ってよかったものでちょっと紹介しましたけど、やっと買ったんですよ。ペーパーホワイトいいですね。あれがあると。ディズニー Vlog ぜひ。ディズニーって中で撮影ダメじゃなかったですかね。あと僕ディズニー Vlog 撮るとしたら一人ディズニーを撮るみたいな感じになると思うんですけど、シュールかもしれないですよ。林さん、林さん来てる？無印林さん来てる？見逃してるかもしれない。来てたらもう一回コメント欲しい。多分さっきも無印林さん来てるのかな。YouTuber さんもし来てたら一言っていう風に言ったんですけど、言った後また僕タイムラインからチャットから目を離してしまって見逃したかもしれない。無印林さん来てるんだ。どうもどうも。林さんとね、実はもう2回ぐらい食事行ったりしてます。2人揃うとね、もうカメラの話しかしてないんですよ無印林さん東京移住したので会えるといいですね。そうなのでもうね、2回ぐらいご飯行ってますよ。
そうそうそう。なんかそうね、YouTuber さんの中でも結構近いジャンルの人とかとつながりみたいなのができたりしてちょっと面白いですね。うん。林さんを僕のチャットで林さんをめちゃめちゃみんなが呼んでいるっていう謎の状況になってるね。面白い。ね、林さんの動画、そう、そのね、林さんの動画とかも見てても思ったんだけど、割と最初のトークとか見てるともう一発でずっと喋って撮ってるじゃないですか。あんまり編集ない感じで。俺、あれが本当僕すごいなと思っていて、普通にあんなにある程度の、あ、林さん、オーライさからちょうどライブ配信してた。来てくれた。どうもどうも、無印林さん。いつもありがとうございます。なんだっけ、フランネルなんとかって買ってましたよね。やっぱりあれあったかそうですね、林さん。ここで指針みたいなことしてしまって申し訳ないんだけども。林田マンだ。林田マンって呼ばれてるんですか。読み聞かせ動画。読み聞かせ動画か。毛布買っちゃいました。あれね、あったかそうですよね。あとは、ディフューザーじゃない、加湿器。あれのね、レビューも楽しみにしてますよ、僕も。はい。結構、みんなも見てる方多いみたいですね、林さんの動画。無印何か検索するっていうか、購入しようとか検討し始めたら、絶対林さんの動画は見ますよね。参考になる。うん。君は、あ、ダッチさん。ダッチさん。ありがとうございます。生放送してる。もうちょっとで終わっちゃうかもしれないけど、ありがとうございます。ダッチさんが直接 YouTuber の中で、なんだろう、YouTuber として絡んだのは、もしかしたらダッチさんが一番初めなんじゃないかなって気が最近していて、ね、一緒に飯も食いましたね、ダッチさんも。はい。密会してるんですね。密会って言うんだ。うん、結構ね、だから無印良品もそうだし、ちょっとね、近々、なんだっけ、ニトリとか、そういうところも購入品とかね、結構うちで使ってるものとかもあったりするんで、そういうの紹介とかもしようと思うんですけど、なんか、やっぱりジャンルがね、こう、ライフスタイル系みたいな感じでやってるんで、紹介するものも僕も割と幅広いので、皆さんがね、見たいものとかがあれば、今後もいろいろ紹介動画とか撮っていこうと思ってます。また機会があったら、お会いしたいです。ダッチさんまた飯行きましょう、みんなで。はい。情報交換とかしたり。ニトリしてほしいです。ニトリやりましょうか。ちょっと新しく買うかどうかわからないけど、家で実は使ってるニトリアイテム紹介とか、そういうのはありかもしれないですね。うん。はい。お仕事の時の昼食は何を食べてますか？昼食はね、食べてないですね。バターコーヒーダイエットっていうのは相変わらずやってるので、朝バターコーヒー飲んで昼を抜いて夜普通に食べるという風にやってるんで、お昼はね、食べないで、どうしてもお腹空いたら、なんかロカボナッツみたいなやつをポリポリ食べたりしてますね。ドライフラワーのおすすめのお店を教えてほしいです。これは、あれはなんだ、奥渋谷 Vlog、東京 Vlog の第2弾で紹介してる EW ファーマシーってところのドライフラワーが素敵だと思います。うん。あとはね、完食しないコツは、これはね、僕も知りたいですね。割と完食したくなっちゃうんで、もうでも、視界に完食するものを置かないことじゃないですかね。視界にあったらとか手が届くところにあると良くないですよね。どうしても食べたくなっちゃう。ブラインドタッチのコツを教えてください。僕もブラインドタッチそんなに得意ではないので教えてほしいです。横浜 Vlog とかを見てみたいです。これはね、そのうち撮ります。はい。うんうん。なんか結構、読んでくださりありがとうございます。読めたのかな。なんかなるべく目で追って読
読めるものは読んでるつもりなんですけど、タイムラインが相変わらずまだ早いので見逃しも多いかもしれないですけども、はい。20誰推しですか。20はね、一瞬忘れちゃった。まゆかさんで、結構ねみんななんかビジュアルで誰とかいう話はよくあると思うんですけど、僕なんかね20プロジェクト一通り見ていて、一番なんかあんまりスポットライト当たんないんだけどめちゃめちゃ成長してるのはまゆかさんじゃないかなと思っていて、でまゆかさんはねなんかひたむきにこう努力してる感じがね、なんか大人が見てもね感動するところはありましたね。あ、山口タイガーさんってものかな。スパチャありがとうございます。いつも楽しく拝見してます。ラテマネーとしてぜひ使ってください。美味しくカフェラテいただきます。まゆか推しなんですか。まやちゃん。まやちゃんもね、タッチのダンスとかめちゃめちゃ綺麗でしたね。まゆかのオカリナ最高。結構カットされてたってあれですよね。うん。あやかちゃん。あやかちゃんもめちゃめちゃ成長した子ですよね。うん。いや、結構ね、ああいうオーディション系のやつ全然今まで見たことなかったんですけど、なんか印象としてはオーディション系のやつはこうバチバチさせて、日本製のオーディションとかな、なんかこうバチバチさせてお互いこう蹴落とし合うみたいな、結構ダーティーなオーディション系のイメージがあったんで、あんまりああいうのね見て楽しめないなと思って見てなかったんですけど、20プロジェクトは全然タイプが違って、なんかね、まあ結構社会現象みたいになってるとかも納得いくなってぐらいにね、面白いコンテンツだなと思って3週ぐらい見ちゃいましたね。あれは結構こう J.Y. パークさんのメッセージとかそういうのもいろいろ仕事にも役立つようなことを言ってますよね、あの人もね。さすがだなと思いました。もちごりさんね、もちごりに1票わかる J.Y. パークさんね。迷宮ハッピー踊ってください。いやもうアキレス腱切れちゃうと思う、あんなの踊ったら。ロジクールのキーボードは買いますか。これは買いませんね。欅坂のライブ DVD どうでしたか。ライブ DVD かっこいいですね。見てます。たまにこうスカッとしたい時とかね、ライブ DVD 見ますね。桜坂48に変わったんですよね。はい。J.Y. パークのモノマネしてください。そういうチャンネルじゃないですね。モノマネは僕できるのないかもしれないな。鬼滅見てますが、鬼滅は見てないです。横浜のコーヒー問屋ってコーヒー豆のお店はおすすめです。そうなんだ。横浜に Vlog 撮りに行こうかと思ってるんで、ちょっとそこも行ってみたいなと思います。はい。最近踊れる女の子いっぱい出てきてますよね。かっこいい。いや、ほんとすごいですよね。中学生とか高校生ぐらいであんなにダンスできる子たちってどういう生活をしてきたんだろうと思っちゃう。ジブリは好きですか。ジブリは人並みに見てるぐらいだと思います。こたつ白目に見えてしょうがない。こたつはね、白いまつげが生えてるんで目つぶってても白目っぽく見えるっていうのはありますね。学芸大学とかおすすめです。学大もいいですよね。この前ちょっと久々に行って、なんだっけ、チーズケーキのレインボーチーズケーキが売ってたお店、名前忘れ、A ワークさんかに行きましたね。アイドル好きなんですね。なんかね、アイドルが好きなのか、なんだろうな、アイドルそのものが好きっていうか、アイドルが頑張ってるのが、それアイドルが好きっていうのかな、頑張ってるのが好きとか、パフォーマンスが見ていてかっこいいなと思って好きって感じですね。はい。何時までライブしますか。もう10時半なんだ。あと10分ぐらいにしましょうかね。ベイビーメタルいいの。最近ベイビーメタルいいんですか。ベイビーメタル一時期結構聞いてましたね。めちゃめちゃかっこいいですよね。木村さんの影響でコーヒー始めました。いい。嬉しいです。コーヒーね、最初やっぱブラックとかは飲みにくいかもしれないですけども、徐々にね、楽しんでいってもらえるといいと思いますね。欅坂は誰推しなんですか。欅坂は僕推し、なんかあんまり誰推しって感じじゃないですね。ライブがかっこいいと思って見てますね。
はい。あれから30分経ったのか、あれが何かわかんないけど30分経ったみたいですね。はい。おすすめのコーヒーミルは持ってますか？今使ってるのは、バリオ E っていうのを使っていて、めちゃめちゃ使いやすいです。はい。スパチャはちゃんと読めましたかね。こたつ寝てる。こたつはもう今日は起きる気配はないですね。君まろさんの夢って何ですか？夢ってね、なんかあんまりすごい遠い先の夢は持たなくてもいいんじゃないかなって最近ちょっと思い始めてます。夢がある人とか、明らかに夢を設定してる人はそれに向けて明日やること、来月やることって決めたらいいと思うんだけど、夢って持つことで結構逆に動きにくくなったりもするんじゃないかななんて思ったりもしてますね。カルディには行きますか？カルディはめっちゃ行きますね。旦那さんがバリスタなのですが、いつか君丸さんがお店に来てくれるといいな。どこのお店かが気になりますね。でも美味しいコーヒーなのでしょうから行きたいですね。こたつって夜中に起きたりとかするんですか？普通に起きたりしますね。水分補給、ありがとうございます。僕の水分補給のタイミングをちゃんとお知らせしてくれる、なんか Apple Watch みたいな方がいる。めっちゃかぶって飲んじゃったから飲む音が入ったかも。スペインからこんにちは。スペイン、僕1回だけ行ったことありますけど、結構行ってみたい国、スペインは上位かもしれない。ご飯が美味しいし、街が綺麗だし、人も優しかったです。スペイン行きたいな。スペインいいですよね。海外もね、本当にあちこち行けるようになりたいですね。韓国からこんにちは。また韓国の方がいらしてくれた。韓国もね、このハングルも僕勉強した時もあったんですけど、結構忘れちゃいましたね。韓国また行きたい。君まろさんの影響で Amazon と無印で散財するようになりました。もうこれは自己責任でお願いしますね。でもね、なんかやっぱりああいう購入品動画とかああいうの見てると欲しくなるっていうのは確かにあるかもしれないですね。韓国もカフェが多いです。そうなんですよ。韓国はね、ほんといろんなカフェ巡りしたくて行って、オニオンっていうカフェが一番好きですね、僕は。どこだ、清水っていうところ、駅にあるところですかね。カフェオニオンが一番お気に入りですね。廃墟カフェみたいなところ。こんな感じかな。最近登録させてもらいました。ありがとうございます。結構ね、日々いろんな方が新しく登録してくださってるみたいで、またね YouTube ライブ、あと数分で終わりますけども、 YouTube ライブはまた月1ぐらいでもできたらいいですね。オニオンわかります？いいですよね。個人的にはなんて読むんだ、これ靖国店ってなんて読むかわからない。あれ靖国店、これあれかな、ちょっとなんか和風家屋みたいな作りのオニオンかな、3号店かな。そこ僕行ったことないんですよ。あれ次行ったら行きたいんですよね。マチュピチュなんてどうですか？マチュピチュって一番こう口に出して言ってみたい場所の名前ナンバーワンですよね。行くの大変そう。高弘さんありがとうございます。1見れたら。アムステルダムおすすめです。アムステルダムもね、面白そう。行ってみたい。自由が丘の Vlog とかを見てみたい。確かに自由が丘の Vlog も面白そうですね。メルボルンのカフェ巡りとかしてみてください。メルボルン、前トバログさんとか、ケイスケさんとかが言ってたのがメルボルンだったかな。あれ見てね、行きたいなと思いましたね。マチュピチュからこんにちは。本当マチュピチュ。母がパッケージツアーで行きました。案外行きやすいのかな。
平均睡眠時間は最近短いですね。6時間は寝るようにはしてますけども、ウィーンのカフェ最高ですよ。ウィーンもね良さそうですね。漫画読みますか？漫画は全然読まないです。鳥取来てもいいよ。あざっす。鳥取いつか行かせていただけますね。じゃあ砂丘を転げたりしてみようと思います。ナスカの地上絵も含めとても良かったです。確かに良さそう。シンス店行ってみます。シンス店、新清水店、シンスであってたかな。これが1号店かな。オニオン。カフェオニオン1号店が個人的には一番好きですね。チェコも素敵。そう、韓国はね、結構おしゃれで個性的なカフェ多かったですね。なんか山の上からソウルの街並みが見下ろせるカフェがあって、ちょっと名前忘れちゃったけど、あそこはね、ちょっと行くまでタクシーとか乗んないといけないような高いところにあるんだけど、いいカフェでしたね。好きな食べ物は何ですか？なんだろう、カレーですかね。こたつがちょっとだけ動きましたね。香港はどうですか？香港一回マカオは行ったことありますね。香港も良かった。終わり間際に起きるこたつ。おはようございます。君丸推しです。嬉しい。ありがとうございます。スープカレー食べたことありますか？スープカレーはもう結構食べますよ。麻雀はやりません。わからない。ネットルーティング動画見て風呂入ってないのかなと思いました。風呂ね、夜入る時もありますけど、基本朝とか入っちゃう。寝起きでびっくりした。入ることが多いですね。京橋の札幌ドミニカおすすめをチェックしてみます。ゲームしますか？これたまに聞かれるけど、僕ゲーム一切しないですね。なんかみんなが周りでやり始めたりしてやってみようとかって始めるんだけど、割とすぐ飽きちゃう。清澄白河 Vlog 見たいです。そう、これもね、撮りに行きたいなと思ってるんですよね。面白いカフェたくさんあるから。こんな感じかな。こたつも起きたし。はい。そろそろ締めに入ろうかなと思いますけども、今度のライブ配信は金曜の方が嬉しいですっていう方もいるんですね。ちょっとね、タイミング今回は日曜にしましたけども、曜日特に決めてないので、また近々やろうかなと思ってます。そんなわけで今日は YouTube チャンネル登録者数10万人到達ということで、感謝の気持ちを込めてのライブ配信をしましたけども、たくさんの方がずっとお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。本当ね、こうコメントいただいたりとか、毎日ね繰り返し見ていただいたりとかしてくれる皆さんのおかげで本当ここまでこれだと思ってますので、ちょっとねそれをまたね動画なりで恩返ししていきたいなと思ってますんで、よろしければ今後ともよろしくお願いいたします。僕とあとねなんだかんだやっぱりこたつもずっとこう応援してくれてる方も多いんじゃないかなと思いますので、このコンビでやっていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。皆さんのおかげで僕も安心して楽しく YouTube ライブが送ることができました。ありがとうございました。じゃあまた YouTube ライブもあとは動画も更新したらよろしくお願いします。通知ボタンみたいなやつがあるので、ベルマークとかはねこうチェック入れといてもらえると、僕の動画が更新された時に動画更新されたようで通知が行くようになったりするので、それもねもしまだの方いたらできたらオンにしていただけたら嬉しいです。はい、ちょっとねコメント追い切れなかったっていうのもあると思うんですけども、後でゆっくり読ませていただきます。それでおそらくこれアーカイブ残すと思いますので、また見ていただければと思います。では今日は長いことお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いつも通りの締め。こたつもバイバーイ。おやすみなさーい。